一回ちょっとひっくり返してみましょう。うわー、美味しそうな焼き色がついてます。要はこの黒もですね、旨味なんですね。これぐらいしっかり焼いていきます。はい、こんにちは、シェフのホビオです。今日は鶏のカチャトラを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。鶏肉、ニンニク、白ワイン、塩、胡椒です。はい、それでは今日は基本のイタリア料理シリーズということで鶏のカッチャトーラを作っていきます。で、鶏のカッチャトーラというのはイタリア語で漁師風という意味で、イタリアに行くとですね、全土に伝わるような家庭料理の一つです。で、日本では鶏のカッチャトーラといったらトマト煮込みのイメージが浸透していると思うんですが、実際にですね、現地に行くと、地域とか作り方はもう本当に様々で、今日は肉のうまみを最大限に引き出すような極限までシンプルにした作り方で早速やっていきたいと思います。はい、それでは、本来のカチャトラっていうのは、レストランとかだと、丸で鶏がありますと。でこれをさばいて、であとは部位によって火入れを変えてっていうやり方をするんですが、現実的にそうもいかないので、今日は一番扱いやすいもも肉と、あとは僕は個人的に結構好きな、これもスーパーに売ってますが、手羽元、これ2つ使っていきます。なんで鶏胸でやってもいいですし、手羽先でもいいですし、お好みの鶏の部位でやってみてください。で今日はせっかくなのでスーパーに売られている、鶏の部位のそれぞれの特徴を整理してお伝えしようと思います。でまずは手羽先です。でこれは皮と油の割合が多い部位で、焼いた時の香ばしさが一番出やすい部位が手羽先です。でサイズも小さいので火の入りが早くて、シンプルに焼くだけでもしっかり美味しい部位です。で次が手羽元です。で手羽先に比べて肉の量がしっかりあって噛み応えとうまみが強い部位になります。で骨の周りの肉がですね、味が濃くて食べた時のですね、満足感が出やすいのが手羽元です。で次にもも肉です。でもも肉は、脂がしっかりあってコクとうまみのバランスが一番いい部位になります。で水分量も多いので、焼いてもパサつきにくく柔らかく仕上がるのがもも肉というお肉です。で次に胸肉です。で胸肉はもも肉と違って脂が少なくてですね、鶏肉の部位の中で、グルタミン酸の含有量が一番多いと言われていて、うまみがしっかりあるのが胸肉です。なんですが水分が抜けやすいので、火を入れすぎるとパサつきやすいので、火の入れ方には少し注意が必要なのが胸肉です。で最後にささみです。で胸肉の内側についている部位なので、脂がほとんどなくてかなり繊細な味わいが特徴です。で味わいが軽いんですが、火を入れすぎると一気に硬くなるので、扱いは少しシビアになります。でこんな感じで部位によって仕上がりがかなり変わるので、自分のお好みに合わせて使い分けてみてください。はい、それではもも肉の下処理をしていきます。今日はですね、通常の煮込むようなカチャトラの場合は、長時間煮る場合はですね、筋とかも柔らかくしていくので、もう何もしないでそのまま調理していくんですが、今日は焼きのカチャトラなので、筋が残ってるとですね、やっぱり口に残っちゃうので、一番硬い部分だけ外していきます。で筋のこの密集してる部分ですね、筋側、こっちの裏側にして皮をちょっと剥いであげると、剥ぎすぎると皮全部取れちゃうんで気をつけてほしいんですけど、要はここの部分にもう筋のですね、硬い部分、ラスボスの部分がここに集結してるんですね。なので、小さい筋はもうそんなに気にすることはないんですが、この根っこの硬い部分だけ外すようにします。でこの根っこの部分はこのちょっとだけ皮を剥いで、肉をなるべく取らないように包丁をスッスッスッとスッスッスッとやるとですね、だいたいこの硬い部分、この硬い筋が取れるので、もうこれぐらいで大丈夫だと思います。あと神経質な場合は、僕もそうなんですけど、この細いところもですね、だいたいまとめて触ってスッスッスッってやっていくと、この筋の部分も細かいところもこういうふうに取ることができます。あとはこのピンセット使ったりとか、ハサミ使ってもいいですし、大きいこの筋が取れてれば大丈夫です。あとはちょっとさばいた時のこの残る皮
硬い骨があったりするので、そういう硬い骨のところ外したりとか、あと鶏の種類にもよるんですけど、ちょっとブロイラーとか油が多すぎたら、油外したりってこともするんですが、今日はですねこの鶏の油血を使って、加熱していくようなやり方にしていくので、これもこのままで大丈夫で、ちょっとですねこの掃除したらこの油も取っておきます。で今日はものすごいシンプルな焼きのカチャトラなので、ここの塩の打つ量が本当に大事になってきます。でちょっとバットに塩をして、でこの皮面をまず塩をして、で身側にも結構強めの塩、まんべんなくです。で僕はこのちょっと好きな手羽元の部位も同じように強めの塩を打って、これで10分間置いてですね、浸透圧で水分を出していきます。で鶏の水分を出している間にちょっと追加で入れたら美味しいものの紹介もしていきます。で南イタリアとかナポリの方に行くとカチャトラはですね、生のトマトとかホールトマトとか入れて、そこにオリーブケッパーを入れたりですね、あとはうまみをさらに足すためにアンチョビを入れたりとか、あとビネガー入れたりとか、あとはハーブは定番のイタリアンパセリ入ったり、あと香り付けにローズマリーとか入れるとちょっとトスカーナっぽくなったりとか、本当に場所によって作り方が違うので、何入れても結構いいような料理になります。で野菜はですね、葉物だったらほうれん草を入れたりとか、あとじゃがいも入れたりとかですね、とにかく今日はもうベースの何も入らない潔いやり方です。で鶏肉からしっかりと水分が出たので、これを拭き取ってよーく拭き取ります。でこの状態で焼きに入っていきます。で掃除した鶏の脂と水分をしっかり切った鶏の皮を下にして、で手羽元、ここに潰した皮付きのにんにく、これを入れて火にかけていきます。で今日なんとですねオリーブオイル使いません。でオリーブオイルちょっと使ってあげると、油が鶏から出やすくはなってくるんですが、今日はこの鶏の脂も結構あったので、ここで加熱をですねじっくりしていったら、この鶏自身からすごく脂が出てくるので、オリーブオイルは使わなかったです。で油をこれ引き出す時の最初のコツがあってですね、フライパンのこの火加減をですね強火でやってしまうと、要は油が鶏から出る前に焦げが入るんですね。なので油をじっくりと引き出したい場合はですね、最初弱火でじっくりとこのフライパンの中の温度を上げてあげます。で温度が上がってくると徐々に鶏肉から油が出てくるので、まずは弱火で大丈夫です。で今日はですね黒胡椒を身側にも当てておきます。こんな感じで、ものすごい潔いシンプルな料理ですよね。基本的に鶏肉自身の油でじっくりと焼いていくという料理です。で今日はですねシンプルだからこそ焼きにこだわっていきたいので、そうなった時にですね鶏肉をですねもう香ばしくというか、もうちょっと黒くなるぐらいまでですね皮を焼いていきたいので、今フライパンの中の温度が上がってきました。そうしたら、まだ弱火ではあるんですが、火が入ってくると鶏肉がどんどん反り返ってくるので、皮をパリパリに焼きたい場合は、小鍋とかにクッキングシートを敷いて、ちょっとだけ重しを乗せながら焼くと皮を均一に焼くことができます。でこの重しをするやり方も、ずっと重しをしているわけではなく、最初焼き始めの時、温度が上がっていく時に肉が反り返ってくるので、最初だけちょっと 1,2 分ぐらいですね、これやるだけで大丈夫です。で今フライパンの音聞いてください。今温度が上がって鶏から油が出始めた音です。でこの状態で 1,2 分ぐらいですねちょっと加熱していきます。はい、それでは今肉の状態です。まだ焼き目は全然ついてないんですが、このフライパンを見ると
もうフライパンに広がるぐらいの鶏の脂が出てきているので、場合によっては油もですね、使わなくてもこう肉自身の油だけでも全然美味しく作ることができます。でこの状態で今、弱火だったのを中火ぐらいにして、ここから肉に、焼き色をのせていきます。で今日はですね、結構でかい鶏ももだったので、300g ぐらいの鶏ももなので15分ぐらい焼くのに時間がかかるんですが、小さい鶏肉だったら10分ぐらい焼いてるっていうイメージです。で先ほど具材の話したと思うんですが、こう油が出始めてからこうじゃがいもも一緒に入れて焼いたりとか、もうちょっと焼けてきたら葉物を一緒にこの中で焼いたりとか、基本的にこの一つのフライパンの中で完結ができます。でこう焼いていくとですね、ニンニクのこの皮が外れて、ニンニクがですね焦げついてしまうので、ちょっと焦げそうだなってなった場合は鶏の上に置いて、ニンニクもゆっくりこう休ませながら一緒に焼いていきます。でこの状態でですね、もうひたすら中火ぐらいでですね肉を焼いていきます。で今また3分ぐらい焼いてきました。で今フライパンの中ちょっと煙が上がってて、火が強い状態です。ちょっと皮の状態を見てみましょう。これでもまだだと思います。ひっくり返します。でもかなり美味しそうなチキンステーキが出来上がってきてます。でも今日はですね、ここからさらに焼いて、気持ちですね、焦げるぐらいまで焼いていくのが今日のレシピのポイントです。で鶏肉を焼いていった時にこう焼きムラが出る部分ってここの真ん中の部分なんですね。なので、集中的にちょっとこう押しながら焼くか、あとは臨機応変に焼き色見て、ちょっと焼き色ついてなかったところがあるから、じゃあもう一回これ当ててみようとか、そんな感じでじっくりと焼いていきます。はい、それではさらに3分ぐらい焼いてきました。でずっと皮面を焼いているんですが、どんどん徐々にこの身側もですね白くなってきます。これ結構ひっくり返す目安で、一回ちょっとひっくり返してみましょう。うわー、すごい美味しそうな焼き色がついてます。今日はですね、この今皮の焼き色見てみてください。これですよ。今この香ばしい焼き色プラス少しだけ黒くなりかけてます。これがですね、実は、肉料理を作る時にシェフたちが皆さん意識されている火入れで、要はこの黒もですね、旨味なんですね。この香ばしさが立った状態がこの黒い状態なので、これぐらいしっかり焼いていきます。で完璧にこれが最低ラインぐらいで、もう気持ち焼いてもいいぐらいです。で香ばしいこんがりとした、鶏のステーキ焼くときは、皮面が8割身が2割って言われるんですが、今日の焼き方はもう皮面9割身が1割ぐらいの感覚です。でもうそろそろで火入れ15分になるんですが、こう焼いてたニンニク、これ皮を外してもう柔らかくなってるので皮外します。でこのニンニクもすごく美味しいので、今日は崩しながら仕上げていくスタイルにしていきます。はい、それでは時間になったのでひっくり返していきます。ショータイムです。いやー、この焼き色です。完璧ないい焼き色がついてますよ。もう完璧な焼き色です。でこの鶏もも肉の柔らかいしっとりのお肉だからこそ、この皮をバリッバリに焼くで香ばしい風味が作れました。で一緒に焼いてた手羽元も見てください。この美味しそうな焼き色です。そしたら、ここで今日は最後の仕上げです。強火にしてください。で最後に白ワイン入ります。で最後にですね、この肉のフライパンについたうまみを白ワインの中に溶け込ます作業です。でちょっとこの下をですね、ちょっと下をこうカリカリしながら、白ワインのこの酸味の中に肉のうまみを入れる。で強火にしてるのはアルコール分を飛ばしているからです。
で最初火が出たと思うんですが、火が出なくなったらアルコールが飛んだ証拠なので弱火にして、最後水分の調整です。こう傾けた時に今見てください。このとろっとしたソース、もうこれだけでも美味しい状態ですよ。で今日はですね、チキンステーキではなく、あくまでもカチャトラという料理なので、最後にこの肉の皮にカチャトラのこのうまみを最後回しかけて、そうするともう肉のうまみをですね、今余すことなくこの鶏ももの肉にさらにこうかけてあげることによってまとわりついたもう完璧な状態が作れたので、これで盛り付けに入っていきます。はい、これで鶏のカチャトラ完成です。はい、それではいただきます。うん、おいしい。シンプルイズベストです。もう足すものも何もなくてですね、もう鶏のうまみが最大限に引き出された最高のカチャトラになってます。で今日はもう一番シンプルな、材料もほぼなしの一番極限のカチャトラをやったんですが、イタリア料理のいいところはこういう素材を生かす料理が本当に多くって、もちろん足せば美味しくなるものっていくらでもあるんですけど、引いて美味しく作れるのってやっぱりイタリア料理の僕はいいところだなと思っていて、もう今日はもう鶏をリスペクトした要は調理法なんですね。そもそも鶏肉ってうまみもありますし、もうそれだけでも美味しいものなので、トマト足してもいいし、アンチョビ入れたりとかうまみをこう足していく料理っていうのもあるんですが、実は美味しい料理は足し算をしなくてもその素材だけでも美味しいんだよっていうことを今日は僕はこの料理で伝えたくて、鶏肉だけでやってみました。でこれがですね、もうイタリア料理の本質で本当に美味しいレシピになるので、もう今日のですね極限のシンプルなやり方でやってほしいんですが、ちょっと具材入れたいって方は先ほどの調理の途中でも言いましたが、肉を焼いて油が出てる時に旬じゃがいも入れて根菜入れてみたりとか、葉物入れたりとか、今日の基本をベースにですね、いろんなカチャトラを作ってほしいですね。はい、ごちそうさまです。で今日のこのカチャトラなんですが、もう肉が美味しすぎてご飯もパンも止まらないようなレシピになってるので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。